これが最初に、どうですかね、4年生から5年生、針金掛けの一番いいところはやっぱり若木のうちからこうやって、各枝を下げるということは、今頃下げると真夏に向かってここが風通しが良くなるんですね。風通しが良くなって、それとこの枝の数が多いから枝があまり太らない、各枝にあまり負担がかかってこないということですね。まあそういうので、素材作りとしては適切なこの針金釣り、針金昔は多分針金釣りやらずに一本一本針金をかけておったというふうに私は思いますが、それでもう一年一年、私はこれ全部植え替えをして、これからこれ植え替えるんですが、これで1年違うのというようなね、そんなに急に太るんかという不思議がられるんですけれど、やっぱり一度やってもらわんと分かりませんね。したがって私がやってることを全部きめ細かくYouTube を使ってやっていきたいんで、今日はこの2杯、ここにかけてない2杯をやりますのでご覧ください。これから今私が言いたいところは、このまんま針金掛けやらないんですよ。ご覧いただくとここだけいっぱい芽が出るでしょ。この辺ももう太くなってるんですよ。これ枝が太くなってる。でこの辺はまだ葉が出たばっかでしょ。こういうのを完成までにむしろここを太くするように、しなきゃいかんですね。このままほっといたら上だけが太くなっちゃって、これ、なかなか太くなってくれないと年数かかりますからね。この辺の樹木はかなり、私は責めるんです。かなりって言ってもあまり影響を与えるほどのことはないんですが、これぐらいその辺を今日は見ていただきたい。ただ針金をかけりゃいいんだなっていうふうに思われるとちょっと不親切な説明になっちゃうからね。最近のっていう言い方じゃなしに、あまりね完成品が昔のままでなかなか出てきませんので、その辺のやっぱり完成品を早めに、もう 4,5 年でできますからね、完成が、もうそろそろ出てくるのを楽しみにしてるけどなかなか出てこない。たまに出てくるんですが、基本のないただ太いだけの幹が立ち上がりの幹が太いだけの石灰ヒノキはあるんですけどね、枝作りからきちっとやられたのがないので、やっぱりもうちょっと皆さんに覚えていただきたいというふうに思ってるんです。今の時期でこうやってやるとね、ここ真っ赤になりますよ。切り口がね、これしょうがないですよ。その代わり一目、だいたい1ヶ月ちょっとするとまた治りますからね。まあ樹質性を調整するにはやっぱり先端伸びすぎてほっとあるとやっぱりそれはそれでいかんけど、この辺も必要だからね。だけど無理やりただこうやって見とると先端を取っとればまあこれでいいなというんじゃなしに、これは先端を取っとるというふうに見てもらわんと、ここら辺はね太いんですよ。でこの辺細いだろ。
で太いのは全体にこう先伸びようとしとるのを取っとかんと、そういうね枝の力を抑えるためにはやっぱりよし、これぐらいでさ、だいたいこっから上ですね。見た目もわかるでしょ。多いですね。全体にぐっと力強いけど、下の方はあまりこういう小さいのも下の方は取らない。まだこれから伸びてくる可能性もあるし、この辺でもね、これはもう本当に小さいけど取らないですよ。で大体ここら辺で止めるのはこれ以上伸びてほしくないから止める。ここも止めとかんと、今度ここの周囲ですね、この周囲が芽が出てこない。だからここを止めなあかん。前もあったと思いますけどね、そういう先端を止めると、この辺をちょっと止めとかんとここら辺で出ませんよっていう枝作りあったと思いますけどね。とりあえずはこの辺を抑えるということですね、私のあれは。それから今からこれ邪魔だからこれ、やってから入梅終わりましたんで、私の場合は夏も肥料をやります。こうやってね今年植え替えてやるんですが、ちょっと網と固定するんだけど、問題はこうならんようにね、やるとわからんでしょう、こっち外しとくとここで引っ張った場合にこうなるんです。ここはちょっと引っかかったらいいんだけど、途中であまりこれ1ミリの針金、本当は 1.5 ぐらいが一番いいんだけどね、最初だから1ミリぐらいでいいです。1ミリのしっかりやらんでも、ただここをできるだけこうなるように、どこでもいいけどあんまりくにゃっとなるようなとこでここではいかんで、真ん中辺でこうね、であれだ、このままほっとくとこの角度でグーッとやっちゃうと、ある程度太くなるとこういうふうに曲がらんでね、そのためにやるんだよ、こういうふうに。針がこれなんかは相当針きついような感じだけど、そういうこの場合、こっちちょうどこっからキュッとこうまっすぐ来てくれるでいいんだけど、中にはここから斜め本当の方向がこんな方へ来たらいかんがなというようなこともほっとくと、そういうのも出るんだよ、これやらんと。そういうのが多いと基本的にいいのがどういうかな、作れないということになるんで、ここでもう一個足らなんだね。足らんとね継ぎ足せばいいんですよ。簡単にやろうと思ったら今度簡単に外れるようにしといた方がいいかもしれないね。どっちみちまた外す時も半年したら11月頃に11月末頃に外しますからね。でこういう風ですね。ここへもう一個やるか、やらんでもいいかな。で前このまましとくと危ないからね、こうやって曲げてちょうだいよということは言っといたけどね。今度はこれ最初にねここの列でこれとこれと枝をかける順番なかなか難しいんですが、こうやってこれとこれぐらいかなっていう感じでね、
これはまだこっちだね。そういう先に見極めてやった方がいいですね。いいかね。これちょっときついんですが、ぐっと下げて、でこれやって硬そうなとこへここを持ってくる、それでさっと上げる。これでもう下がったでしょ。それでね、ここら辺、これわかる。こういうふうに素直にやってもこっち側向いとるんだわ。こういうふうに本当はこうしたいんだよね。わかるかな。このもうちょっとねじってこれぐらいで本当この辺に来たいんだわね。そういう時はこっちから巻きつけてちょっと強めに巻いてよいしょとやってこうす。わかる？じゃないとこっちから回してくるとこっちになっちゃうでね。ぐっとこういうなるようにだとどうしても右から左へ巻いてちょっと強めに巻きながらこうした方が確実じゃないけど多少のそういう癖を矯正するという力ができるで、こういうことです。これはこれはちょっとね、これが基本樹形のまず第1回目の針小出式金網釣り、わかりますか？小出式が入っちゃってここら辺なんか3本も4本もあるんだけど、これでもやっぱり今度の時は来年は 1.5 ぐらいの針金が一番いいね。が多い、私がやるにはね。よし、これでだいたいさっきみたいなね、上の方重力を抑えまして、であとこっから下だね。これはちょっと長すぎるところもあるかもしれんけど、いずれにしても先ほども剪定中にこれがもう棚になっとるがやって言っとったのはこれですよ。こういうのね、これはもう棚ですよ。ね。でこれがぐっと太となって今棚になりかけとる。で今度その次の年これなんかも当然棚だね。棚でこれは元気ないい方だもんです。ここももう棚になりかかってるね。そういうことですわ。だからこれがここら辺がこうなるのはあと1年か2年でもこうなりますよ。だからこれが5年とする4年か5年だもんで、あと来年か再来年でもうある程度もう基本の完成です。よし、これで終わりだ。じゃあね、どっちがまだ表か裏かっていうのは決めてない。ただこういうふうに左右広げて2本やりました。